通勤通学中の皆様おはようございます。福田の世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、ハリウッドからの話題になります。今回、マトリックスの監督として知られております、リリー・ウォシャウスキーが、自身の企画する作品への資金提供をハリウッドが拒否していると告白しました。どうやらその作品は、出演者全員、トランスジェンダーだということで、こちらが大変物議を醸しているんですね。本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は、海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、今回ですね、マトリックスの監督として知られております、リリー・ウォシャウスキーが、現在進めております、出演者全員トランスジェンダーという作品、ハリウッドはね、ここに誰も資金提供したがらないんだと告白したんですね。で、このチャンネルご覧になってくださってる方であれば、現在のこのリリー・ウォシャウスキー、どのようになっているのかというのは、お分かりになるかもしれませんが、おそらくですね、このマトリックスの監督、現在どうなっているのか、よくわからないという方がね、ほとんどなんじゃないかなと思います。ちょっと今日はね、そのあたりを詳しくお伝えできればなと思っております。マトリックス監督のリリー・ウォシャウスキー、キャストが、ウォール・ウォー、トランスジェンダーであることを理由に、ハリウッドが制作費1000万ドルの新作スリラーへの出資を拒んでいると語る。ということで早速ですが、こちらですね、ウォール・ウォーがあります。こちらが本日のキーワードになります。Wall to wall。床全体を覆っている。全面敷きの。ということでこちらね、ウォール・ウォーというのは、ここにあります、特にカーペットについて、こちらはね、もともとウォール・ウォーカーペットという全面敷きのカーペットのことを指しています。つまり、部分的に置かれているカーペットではなくって、もうほんとね、部屋の全部、床一面に貼られているカーペット。これを指す言葉なんですね。で、ここから転じまして、こちらのね、ウォール・ウォーというのが、比喩的に隙間なくいっぱいとか、隅から隅まで全部、このような使われ方をするようになったんですね。つまりこちらね、直訳しますと壁から壁までということになりますが、これはカーペットだけではなく、隅から隅までそれでいっぱいと、このような意味として使われています。ということで、こちらは、マトリックス監督のリリー・ウォシャウスキー、キャストが全員トランスジェンダーであることを理由に、ハリウッドが制作費1000万ドルの新作スリラーへの出資を拒んでいると語る。映画監督のリリー・ウォシャウスキーは、次回作 The Hunted を制作の最終段階から前進させようとしている。しかし、マトリックスを手掛けたウォシャウスキーによると、約1000万ドルの制作費が見込まれるこのスリラーは、トランスジェンダーの表現を理由に、ハリウッドでは誰も出資したがらないという。ということでね、こちらでは何が起こっているかと言いますと、まずね、こちらに見えておりますのが、リリー・ウォシャウスキー。この方はね、とにかく名作ですよ。マトリックスの監督として知られていますよね。で、現在ね、これがニュースとして取り上げられるという背景には、これまでのこの彼女の歴史というのがありまして、単にね、大物監督がトランスジェンダーを起用して、ハリウッドから出資を拒まれているというニュースではないんですね。なのでちょっとね、このウォシャウスキーについて先に見ていきますね。そもそもこのウォシャウスキーって、ウォシャウスキー兄弟って呼ばれてなかったっけと思われる方ね、もしかしたらまだいらっしゃるかもしれません。以前はですね、こちらのリリー・ウォシャウスキー、アンディ・ウォシャウスキーという男性でした。で、この人にはね、ラリー・ウォシャウスキーという2個上の兄貴がいるんですが、この2人でウォシャウスキー兄弟として様々な作品を世に送り出しています。その中でも最も有名なのが、1999年のマトリックスでしょうね。もうこれはね、大好きな方もね、多いんじゃないかなと思います。特に1作目に関しては。本当に素晴らしい出来でしたよね。金字塔と言っていいんじゃないでしょうか。バレットタイムと呼ばれるね、ネオが弾を避ける時のショットとかも非常に有名ですよね。このマトリックスね、以前もこのチャンネルで少しお話ししましたが、もともとネオはね、ウィル・スミスが演じる予定でした。で、この兄弟が直々にオファーしに行ったんですよね。なんだけどこのウィル・スミスはですね、当時、ワイルド・ワイルド・ウェストという作品を選んでしまい、現在これをね、若干自虐ネタとして使っているというね。ということでね、このウォシャウスキー兄弟といえば、このマトリックスが非常に有名です。その他にもですね、2008年のね、スピードレーサー。これマッハ555というアニメの実写化がありました。これはね、もうひどい作品として、結構ね、いろいろ言われるんですが、プクタね、これ大好きです。プクタね、マッハ555は全く通っていないんですが、ちょっと日本のアニメ見たこともなくって、これがね、海外では当時スピードレーサーとして放送されていたんですよね。で、プクタはね、このスピードレーサーが初めてこのマッハ555に触れる機会だったんですが、プクタね、これ大好きだったんですけど、まあ評判悪いですね。で、その後ね、2012年にクラウドアトラスでしょ、トム・ハンクスが出てましたよね。プクタこれも好き。なんだけど、2015年のジュピターね。ひどかった。もう最初から最後までね、共感性羞恥心が発動しっぱなしで、とにかく寒い。ちょっとね、プクタには耐えられませんでしたが、これが2015年ですね。
でね、この2008年のスピードレーサー、この時にこちらに見えております。当時はね、ダリー・ウォシャースキーと呼ばれておりましたが、このお兄ちゃんがトランスジェンダーであることを公表するんですね。そしてこの4年後、クラウドアトラスの時に、こちらにいます。もともとね、アンディ・ウォシャースキーと呼ばれていた弟がトランスジェンダーであることを公表します。つまり、この2人はですね、兄弟で男性からトランスジェンダー女性になったという、ちょっとね、言葉が適切かはわかりませんが、珍しい監督なんですね。実際ね、このお兄ちゃんですね、ダリーがラナになった時は、トランスジェンダーを公表した初めての大物監督となりました。そしてそれに弟が続いたというわけですね。つまり、これがね、ウォシャースキー兄弟。もしかしたらね、この時点で記憶が止まってる方多いかもしれません。これがウォシャースキー兄弟ね。兄ちゃんのラリー、弟アンディ。そしてその後、ラリーがラナになり、この時はまだアンディなんですね、弟は。そしてその後、このアンディがリリーになり、晴れてウォシャースキー兄弟からウォシャースキー姉妹になりました。そしてその後2021年、マトリックス4ですね。これレザレクションズ。ここではね、吸ったもんがありまして、こちらのリリー、参加しませんでした。マトリックス4というのは、こっちのラナの単独作ということですね。じゃあね、こちらのアンディじゃないんですね。リリー。ややこしい。ちょっとごめんなさいね。混乱しますね。前アンディ、現リリー、昔の弟、現在の妹ですね。この人が、じゃあ映画界からね、いなくなったのかというとそうではありません。このリリーはですね、その後、単純にね、クリエイターとしての活動というよりは、作品を作るにしても、この LGBT 用語の活動に傾倒していくんですね。なので、こちら、ワークンポークです。テレビシリーズあります。これね、2019年ですね。これはね、中年のクイア女性が主人公のドラマ。そして出てくるのがこれですよ。皆さん覚えてますか？以前、こちらの動画でお伝えしましたが、これはね、トランスジェンダーの作家、グレッチェン・フェルカー・マーティンという人物が、作家として入っていました DC のレッドフッド。で、詳しくはね、こちらの動画、関連動画として2本ほどありますので、ぜひこちらご覧になっていただきたいんですが、このレッドフッドのね、メインライターとして、トランスジェンダーの作家、グレッチェン・フェルカー・マーティンが起用されておりまして、この人はですね、ブルース会場で、チャーリー・カークの事件あったでしょ？あれを揶揄する投稿というのをするんですよ。で、これが大変問題視されまして、このコミックね、すでに店頭に並んでいたんですが、もうすべてキャンセルになったと。こちらね、ザ・ラップでも伝えていますが、ここにありますね。チャーリー・カークに触れた後も弾丸が無事だといいな。というような形で、このチャーリーに対するヘイト丸出しの投稿を自身のブルースカイアカウントで展開するんですね。そしてキャンセルになりました。で、このグレッチン・フェルカー・マーティンというのは、先ほども言いました自身がね、トランスジェンダーの作家でして、つまりは JK ローリングが大嫌いなんですね。もう本当にね、全身全霊で憎んでるんですよ。そしてこのね、彼女の代表作というのが、マンハントという小説で、この中では JK ローリングの名前を冠したアンチトランスジェンダーの勢力が描かれておりまして、で、これ自体はね、直接描かれるわけではないんですが、設定としてね、この JK ローリングは焼死したという設定になっている。で、さらには JK の使っている別名義ですね。これもこの小説の中に登場させて、とにかくこの JK ローリングへの憎しみというのを強烈に込めた小説になってるんですね。で、この小説を映像化しようとして動いているのがリリーなんですよ。で、その傾向というのはね、こちらにも現れておりまして、これはね、リリー・ウォシャースキーが中心となって立ち上げられたアナキスト・ユナイテッド。これね、名前だけ見ますと政治団体のようですが、実際はね、非営利の映画、テレビの制作会社ということになっています。で、ここね、見ていただくとわかりますが、はい、アーティストに芸術性ですね。そして、はい、多様性、公平性と。いうことで、こちらにね、ありますが、有色人種や LGBTQIA コミュニティの人々、高齢クリエイター、障害のある人々、これらを支援していきますと、このようにしている団体なんですね。で、そんな中、このリリーが打ち出しているのが、特にね、この中でもこのね、T ですよ、T。こちらね、去年の投稿になりますが、マトリックスの共同監督でトランスジェンダーのリリー・ウォシャウスキーは2019年、私たちの世界を形作るために、できるだけ多くのトランスジェンダーの人々をキャスティングしようと考えてますと語った。背景に自分たちの姿が見えるようになれば、私たちは本当にどこにでも存在しているんだと理解し始める。テレビの中にさえも。ということで、このウォシャウスキーはね、かなり以前から、このトランスジェンダーをね、この業界に送り込もうと、こういう活動をしているんですね。結局ね、こういった過激なトランスジェンダーさえも、実はね、こういうリリーのような人物にサポートされているということです。結果これなんですよ。実際ね、このレッドフットの件を受けまして、このリリー・ウォシャウスキー、DC を批判してるんですよ。そしてフェルカー・マーティンを擁護しました。で、この小売店に対してね、レッドフードを販売し続けなさいと、このように呼びかけていると報じられています。皆さん、今ですね、マトリックスの監督というのは、巡り巡って、いろいろなことがありまして、
こうなってるんですよ、片方は。そして現在ね、このリリーは出演者が全員トランスジェンダーという作品を企画しておりまして、ハリウッドが資金提供してくれないと嘆いているというわけですね。最近ポッドキャストのインタビューでウォシャウスキーは残念ながら現在はこうした作品を作ろうとするには業界にとって決していい時期ではない。こうした物語を伝えようとする人々にとってあらゆる機会が減少しているからと認め、特に十分に代表されていない人々の声や社会的に阻害された人々について言及した。みんな作品自体は気に入ってくれている。でもキャストが全員トランスジェンダーだから本当に作りたがらないんですと彼女は同作について語った。だから工夫してこれを人々に届ける別の方法を考えなければなりません。友人たちみんなと一緒にトランスジェンダーとしての喜びをつかみに行こうと思っています。そして願わくばみんなでこの体験を共有したいとウォシャウスキーはザ・ハンテッドについて語った。私が思い描いていた形とは違いますが最終的に得られるものは同じです。こちらバラエティがこれを伝えています。ちょっとね、引用見ていきましょうか。ふざけんなよ。彼女は文字通りマトリックスを作った人なんだぞ。なんでそれだけの実績があって生涯好きなだけ映画を作れるような白紙の小切手を与えられていないんだよ。これは当然ですね。こうね、トランスフラッグ掲げておりますが、こうなるでしょう。現代で最も多くの作品で成功しているトランスジェンダーのストーリーテラーですら、トランスジェンダーの人々が登場するトランスの物語を作れないなんて、あまりにも絶望的だ。ということで、この方ね、シーハーということですね。で、ここね、全米脚本家組合 WGA の黒人脚本家委員会共同議長がいます。リリーが望むものは何でも与えてあげて、リリーは私にとって守護天使みたいな存在。私のキャリアのために彼女ほど尽くしてくれた人はいない。一方でね、それ以外になりますと、こちらですか。珍しくいいニュースだ。こいつは30年近くまともな映画を作っていない。自分で資金を出して利益を全部自分のものにすることだってできるだろう。特権意識が強くいつも怒っていて甘やかされ泣き言ばかり言っているトランス運動が本当に大嫌いだ。ね、このリリー・ウォシャウスキー、もう数億ドルクラスのね、資産を持っていると言われておりまして、1000万ドルだったら自分で出せるだろうと、これ言ってる人ね、かなり多い印象ですね。で、その一方でこちらですね、キャストがトランスジェンダーであることよりも、ウォシャウスキー姉妹がもう何年も文句なしの傑作映画を作っておらず、興行収入も20年近くにわたってどんどん落ち込んでいることの方が大きいんじゃないかと思う。もちろんトランスジェンダーのキャストもある程度は影響しているだろう。一般層への訴求力が弱くなるからね。でも最近の作品が成功していたなら、彼女はこういう小規模な情熱を注いだ企画の資金くらい間違いなく集められたと思う。つまり今回ね、トランスジェンダーだから拒否された。実際リリーがそうやって言ってるんでね、仕方がないんですが、そういった文脈で語られがちな今回の話ですが、実際はウォシャウスキー自体が最近ずっとヒット作出せてないよねと、この指摘もね、非常に多くされているような状況です。ということでこの下もね、トランスフラッグ掲げておりますが、この引用リプランでは、このね、フラッグを掲げた人々と、こちらにもね、アンチウォーク系の YouTuber さんいますが、こういった人たちでね、もうバチバチと意見を交わしているというような状況になっています。はい、ということで本日はですね、マトリックスのクリエイター、リリー・ウォシャウスキーが、自身の作品の出演者が全員トランスジェンダーのため、ハリウッドが資金提供してくれないと嘆いているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。プクタはね、全員トランスジェンダーの作品、全然ありだと思いますよ、正直。だからその一方で、全くトランスジェンダーが出ていない作品があってもいいと思うんですね。それが多様性じゃないですか。今ハリウッドがおかしくなってるのは、すべての作品の中で全部のせいにしようとするからおかしなことになるわけで、LGBTQIA+ に配慮しまくった作品があってもいいし、もう全く配慮していない作品があってもいい。プクタはそのように考えているんですね。なのでこのリリーのね、企画というのは、本来であればね、ハリウッド、資金出してあげればいいんじゃないかなと思うんですよね。ただ、その一方でですよ。ここだけ聞い取れば確かにそのようにも見えますが、やっぱりその一方でね、チャーリー・カークや JK の存在を認めない過激なトランスをサポートしていたりするわけでしょ。そういう風になってしまうと、このリリーの言う多様性というのはね、やっぱり傍から見ればただのポジショントークにしか見えない部分もあるわけですよ。あとこの件に関してはね、皆さんも指摘しておりましたが、このリリー・ウォシャウスキーに関しては、ちゃんとね、ヒットを出せている人だったら、この作品にもね、資金提供集まってるんじゃないかというような話がありまして、事実上はね、もうヒットメーカーとしてのオーラを失っていて、単純に資金を集められないのを、トランスジェンダーのせいにしてる可能性もあるわけですよ、この場合ね。そもそもがね、こういったご活動に傾倒されている人じゃないですか、最近は。これを利用しようとして、この話を使ってる場合もある。なのでね、今回の件一概にね、こうだとも言えないような状況ではあるんですが、少なくともですね、今回は、マトリックスのクリエイターが現状どうなっているのか、分かっていただけたなら幸いです。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。